サワディーカー。サワディーカー。はい、おたいこのタッキーです。めぐみです。なんか旦那さんと行かなくない？タイ料理？タイ料理。あ行かないよね。ー、外食イタリアンとかがめっちゃ多い。なんか千尋ちゃんイタリアン食べてそう。イタリアン食べてそう。いイタリアン美味しいお店いっぱいあるもんね。っぱいありますもう。なんか詳しいもんね。なんかアーリーでめっちゃ人気のピザ屋さんできたんですよ。行ったい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 た。どうだっためっちゃ美味しかった。マジなんていうとこ？ケニー。ケニー？ケニー。なんかすごい自信なさそうだけど大丈夫。初めて聞いたケニー。目泳いでましたもんね。あ、ケニーズ。教えて。千尋ちゃんのおすすめのピザはどこなの？私のおすすめはピッツェリアデリセステカポっていうプリンセス陽子みたいな。だって天候と混ざってる。聞いたことある。ここが私たちは一番好き。ピザの生地がめっちゃ美味しい。プリンセス天候しか今頭に残ってない。何だったっけ？デリセスでカポデリセスでカポ？へえ。めっちゃ好き。ピン立てとこ。行かない？ああ、映したかった。あ、もうピーさしてる。ムブミの乗った？一回飲みました。この前前回の撮影の時に。あれが初。うん、あれ初。ねえ、びっくりだよね。なんだこの乗り物だよね。でもやっぱ決まったとこしか止まらないっていうか、止めれる場所が決まってる。でもストップいっぱいあるよね。あります。めっちゃありあ、そうなんだ。安い。安い。その代わり、うち家が麻生区だから、プロンポンから麻生区まで帰る間に、自分が乗った後、1人2人拾ってその人たちを降ろして自分の家まで帰るって最近最近本当に多い。 45分ぐらいかかったの。そう、なんかめっちゃ多いですよね最近。なんか乗り合いで。もうバスじゃん。だからもう前なんか直行で行ってたよね。利用する人が増えたの。あ、そうかもね。だね。いやー、千尋ちゃん帰っちゃうってみたいやだな。な残念だね、ベイビーちゃん見たかったの。千尋ちゃんは本気国までにあと何するの？何しましょう。前キムチ作ってたよね。作った。すごい。帰る気ある？家でキムチする。何しよう。なんか昨日旦那さんずっと何するか考えてて。仲いい。言ってもそんなに旅行とかできない。あ、そうなんですよ。でも食べ物しかここ行っときたいみたいなのしか思い浮かばなかったです。最後に何しようみたいなのなんかある？全然思いつかなくて。そうだね。なんかバンコクで週末にできることでって思うとマジでないです。ホテルステイ。マンダリオリエンタルとかも泊まったんだよね。泊まっても泊まれないですよ、あんなとこ。私も帰るならカペラ泊まって帰りたいな。マンダリオリエンタルと同じぐらいの値段ですか？カペラの方が高いかも。そういや、ですか同じぐらい。価格3万バーツぐらいかな。そんなするんですか？都会の都心のステイケーションになんかそんなにお金を払うべきかってなんかすごい長くなっちゃって。へえ。でも最後だしいいんじゃない？川ぐらいならね、見たい。だったらパタヤ行くかみたいな。へえ。パタヤだったらなんかあるじゃん1個。でもなんかバンコクでホテル泊まって何するってなっちゃう。いや、もうクラブラウンジを楽しみみたいな。そう。なんかクラブラウンジって他のホテルにもあるんですよ。大体5つ星だったらあるんですよ。ランクのいいホテル。でなんか普通に飲み放題とかうん。食べ放題っていうか。ヒルトンとかシェラトンとかは絶対あるし。あ、そうなんですね。そう、プランにつけないとダメですよね。ラウンジフロアに宿泊するとか。でしかも朝食付きじゃないですか、クラブラウンジ。うん。
なんか朝食ありのクラブラウンジと朝食なしのクラブラウンジがあって、値段もちょっとなしの方が安いんですよ。でもいつもなしで行ってて、でも朝ごはんついてるんですね。朝ごはん付きって結局内容は一緒だけど、普通の人たちの朝食みたいに混まないですよっていうのが多分売りだから、そうなんです。別に混んでもいい、内容一緒なんだったら普通の昼食会場でいいしって思う人は全然それでいいと思う。あ、そうなんだ。タイのインターコンチいいよ。めっちゃ行きたいです。顔屋にもインターコンチできてさ、あ、顔屋行こうと思ってる。めちゃくちゃおしゃれなの。なんか、でき最近できたの？うん、そう。なんか内装がなんか列車みたいなね。列車の内装。列車？そうなんですよ。コンセプトが列車みたいな。食べることだけになっちゃうよね。なんかそうなんですよ。千代ちゃんはじゃあなんか難しいね、仕事とかさ、そうなんですよ。もしなんていうんだろう、帰って就職した後に妊娠してたら育休とかでねあれできるけど、前の会社は辞めてることになやってる。めてます。戻っちゃえば。もっと出る。戻らないともう無理ですよね。雇ってくれない。大丈夫だよ今ね。あ、でもそう出戻り以外無理じゃないですか。逆に。あブランクあり、子うんうんうん供ありで雇ってくれるとか。少ないです。余裕で落ちる。言ってましたよね。余裕で落ちる。いやブランクがめっちゃでかい。働いてないよね。だから YouTube やってましたとかでも来ちゃうんですね。今の会社はそれを評価してくれて入れてもらったけど、広報っていう仕事だからそれが生きただけで、多分ただの例えば経理とかわかんないけど事務系とか営業とかはこの4年何もしてないから、そういうことに通じることはどうしても会社からしたらあんまり評価ポイントが少なくなっちゃう。それってなんかちょっと全然資格詳しくないんですけど、んさっきの資格持ってるって銀行うんその資格持ってても全然落ちるんですか？いや私は金融は全受かりぐらい全受かりだった。ああ、そうですね。やっぱ資格持ってればブランクあっても別に受かる。金融は普通に受かったから資格あれやっぱそうばなんです。今の仕事の金融どっちが面白いですか？おもろさで言うとやっぱ今の仕事の方がいろんなことが毎日同じ仕事がないから金融ってどうしても結構毎日同じ仕事。あ、そうなんですね。千尋ちゃんはどんな仕事だったんだっけ前。前は営業です。メーカーの営業。見えない。意外ですよね。でもガンガン売る系じゃなくってもう既存回していく感じ。意外。ですよね。めっちゃ意外。千尋ちゃんとかでも若くして単位してるからさ、そもそもの就業期間もあ、そう短いです。短いよね5年ぐらい。でも5年働いたらさ、もう今じゃ長いもんなんじゃない？確かに。でも確かにちゃんと社会人5年しかしてないって思うと結構やばいかも。もうちょっと不安はあるんじゃないですか。こういろんなね、なんか部署とかも経験して辞めるとかより、そうもう一部署ぐらい経験できたらよかったんですけど。めぐみさんって怒ることあるんですか？みゆちゃん。怒ってる。やっぱさ、もう怒らないとダメな年齢になっちゃって楽しいよ、やっぱ。可愛い可愛いじゃもういられないんだなって。そうなんだ。怒りたくなくてもさ、何を怒るんですか？何？今2歳？ 2歳半。何怒るんですか？もう一個一個に怒ってるよね。手で食べるなとか。めっちゃ食べてる。もう今日はもう家にいるってほらイライラする。街歩いて食べるんだけどね。確かに手で食べられるといろんなもん触られるとそこに全部ついたりするし。最近もう何々さん分かった？分かんない。わかんない？分からんって言うの。すごくない？これ返すとき相手イラつくやろって思ってるのか分かんないっていうね。それね、めぐみさんなんて言うんですか？無になっちゃう。でもめぐみさん怒っても怖くなさそうやもん。いやいや。じゃあもういっぱい喋ったんで動画終わろうと思うんですけどこの動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。どうぞどうぞ
最高最高に酸っぱい。